めちゃくちゃ多いんです。特に日本人はほとんどの方がね、間違えてるんですよ。このお顔の使い方を変えていくと、それだけでもね、一瞬で顔のシワ消えるんですよ。皆さんこんにちは、自力整形チャンネルのれいかです。今回はですね、間違えると危険、お顔の筋トレのポイント3選をやっていきたいと思います。間違えるとたるむ、ちゃんとできればちゃんと上がる。ぜひ今回も最後まで聞いていってください。最初にね、危険っていう話をしたんですけど、まず前提として私はね、筋トレ必須だと思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、体で考えてみてほしいんですよね。例えば私も今49歳に今年になるところなんですけど、やっぱり筋トレとかストレッチとかしないで運動不足でいると、肩が凝った、首が凝った、太りやすくなった、スタイルが同じ体重なのに悪くなってきたな、なんてね、ことを感じるわけですよ。皆さんもそういうことないですか？で、これって体だったらね、皆さん実感としてあると思うんですけど、顔も同じなんですよ。基本的に筋トレっていうのは体と同じようにお顔にも必須なんですよ。だけど効果がないとかたるんじゃったっていう方は、この3つのポイント、ここをね抑えずにやってる方がめちゃくちゃ多いんです。で、そうすると逆にたるんじゃった、効果なかった、やっぱり美容医療しかないかなっていう風にそっちに流れてってしまうんですよね。で、別に美容医療を否定するわけではないんですけど、でも美容医療をやる前にまだまだ全然自分でできることたくさんあります。さらに私はそっちの方がお悩みの根本的な問題を解決できると思ってるんですよね。なので正しくやって一緒にお悩みを解決していきましょう。お顔の筋トレのポイント1つ目に行きたいと思うんですが、まず早速ですが、ちょっとね一緒に筋トレをしてみませんか？よくあるあいうえおっていう風にね、口を大きく動かす筋トレと、あと口角を上げる筋トレ、これを一緒にやってみましょう。まずね、お手元に鏡がある方は鏡を準備してもらうと、よりねこれから先のお話も分かりやすくなると思うので、自分のお顔を丁寧に見ながらやってみてください。ではですね、まず最初、あいうえお、口を大きく動かす口輪筋のトレーニングですね。こちらをそれぞれ5秒を3回やっていきたいと思います。ではいきますよ。大きな口であいうえおです。はい、終わりました。皆さんね、上手にできましたか？じゃあそのまま連続して口角を上げるトレーニング、こちらもねやっていきたいと思います。これは口角を上げて10秒キープ、それを3回やっていきます。口角を上に上げていきますよ。では3回やっていきます。はい、終わりました。2つね、今ワークをやってみたんですけど、皆さん最初の口を大きく開けるトレーニングと、あとは口角を上げるトレーニング、それぞれどの辺がね疲れたなとかってありましたか？ちょっとね思い出してみてください。こういったトレーニングメジャーなのでね、結構やったことがあるよって方もいるかもしれないし、そうそう1年ぐらいねやってたんだけど、なんか効果がなくってやめちゃったとか、むしろほうれい線目立ってきてやめたんだよねっていう方もねいるかもしれません。で、それこそが1つ目のポイントの違う筋肉を動かして
しているっていうパターンなんですよ。で、こんなの簡単だよって言ってね、毎日やってるよって言ってできてると思っていても、実はできてない方がめちゃくちゃ多いのがこの顔の筋トレなんですよ。さっきのアイウェオとか、この頬を上げる、口角を上げるトレーニングをして、この口の周りが痛くならないとか、この頬の根元のところですね、ここが疲れない方っていうのは、間違った筋肉の使い方をしている、または使えてないんですよね。で、これが一番危険なパターンなんですが、それを続けているとたるんでくるんですよ。で、なんでって思いますよね。で、これってお顔の筋肉とか、体の筋肉もそうなんですけど、全部つながってます。例えば口を動かせば、ここの口からつながっている全部の筋肉、お顔の8割方の筋肉が動くんですよ。で、その動かし方を間違えると、使いたい筋肉じゃなくって、違う筋肉に力が入ってしまう。特にやりがちなのが、口角を上げたいのに横に引いてしまって、このね、口筋を張らせてしまうとか、口元のたるみを解消したくて口輪筋を鍛えたいのに顎の筋肉を使っちゃって、むしろ口のたるみが悪化しちゃったっていう方すごく多いんですよ。なので今回は正しいやり方をしっかりと身につけてねいただきたいなと思います。で、まず基本のポジションがあるんですよね。ほとんどの方がここから間違えてるんですよ。ちょっとね、皆さんこの顎の下、今ね普通にしてる状態でね触ってみてください。これが触ってみた状態でねちょっと覚えておいていただいて、口をねポカーンと上げて、この口周りとか顎周りとかねリラックスをさせてあげます。で、このリラックスした状態、この状態がニュートラルな状態なんですよ。触ってみると多分さっきよりも柔らかくなってると思うんですけど、ニュートラルの状態になっていくと、梅干し顎が気になってたとか、この口周りのちょっとシワシワが気になってたって方は、このニュートラルな状態に戻すだけでお悩み解決しちゃう方もいるんですよね。こういう風に日常的に力が入っちゃってて、ぐーっとね普段からこの筋肉を使っちゃってるっていう方が多いんですよ。なのでまずは力を入れずにニュートラルなポジションに戻していただく。で、その上で筋トレをねしていくと上手に正しくできるんですよ。あいうえおであれば、まずはあですね。あは口周りのこの全部の筋肉をね使っていって大きく広げていきたいので、360度あですね。その時はこの辺とかこの辺は力を入れずに、口輪筋が開いていく感じで口を開けていきます。次、いもここの横にぐーっと引いてしまって、ここに力が入っちゃってる方がすごく多いんですけど、そうじゃなくて、この口の横のところ、ここから指が2本分、指2本で真四角に横に引くように開けていきます。力を入れるのはここなんですよ。こっちの方じゃないんですよね。で、そうするとここにしっかりと力が入りながらも、この辺の筋肉が柔らかいままになります。で、次、なんですけど、もね結構できない方多いんですよ。で、例えばをやった時に、この顎にすごくこう梅干しみたいなね、デコボコができちゃう方、これはね顎の筋肉使いすぎです。やっぱりこう口をすぼめれば多少この辺の筋肉も一緒に使うんですけど、ここじゃなくって主役はねここなんですよ。この口のね、ここね。なので、こう巾着をギュ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 ッと絞るような感じで、ぐーっとね、やってあげて、ここに力が入って、ここは柔らかいまま。この状態が正しい、の状態ですね。ぐーっとそれでね、前に伸ばしていくと、さらにここに力が入っていきます。で、ですね。これはさっきの口角を上げるのも同じなんですけど、ほとんどの方がってにっこり笑うときに、口角をね、横に引いちゃってるんですよ。で、横に引いちゃうと、この小筋とかあと後筋、こっちの方が使われちゃうので、お口の横にシワも入るし、なんかこっちの方が張ってきちゃって、顔が四角くなってきちゃうっていう方がね、多いです。そうじゃなくって、真上に上げるイメージですね。口角を真上に上げる感じ。上の歯が全部見える感じで口角を真上に上げていく。これができるようになってくると、ここの横が柔らかい状態で、ここの口角の上、ここにね大頬骨筋っていう筋肉があるんですけど、ここがグッとで収縮して口角を持ち上げていく、こういうイメージです。例えばこう頬を縮めるイメージをねしてみてもいいかもしれません。ここがね硬くなってれば正解なんですよ。やりにくいなっていう方は最初こういう割り箸とかを挟んでもらって、で口角を上げる練習をしてもいいと思います。最後におなんですけど、もねこう伸びない方が多いんですね。こうちっちゃくおーってやる方が多いんですけど、そうじゃなくて思いっきり縦に伸ばせるだけ伸ばす。これがねポイントになるんですよ。で、これが伸ばせるかどうかっていうのは、この口筋の柔らかさとか、あとこの口周りの柔らかさにねかかってくるんですけど、ここが伸ばしたいのに全然そんなに長く伸びないよっていう方は、この辺硬くなってると思うので、ほぐしてあげるとね、もうちょっと動かしやすくなってくると思います。で、今のポイント聞いていただいて、全然やり方間違えてたっていう方は、これからね正しく筋トレしていただけば、もっともっと顔変わっていくので、一緒にね覚えていきましょう。
で、なんで違う筋肉動かしちゃうのっていうと、これがね2つ目のポイントになってくるんですけど、日常的なお顔の使い方の癖なんですよ。正しくお顔を動かせていれば、動くべき筋肉が動いて悩みが出にくいお顔の状態をキープできるんですよね。でもさっきやってみて違う筋肉が動いちゃったなっていう方は心配ないです。ほとんどの方がそうなんですよ。例えば普段の表情の癖、体の使い方とか、そういったいろんな要素が噛み合って、で今のお顔の動きを作っちゃってるんです。代表的なのはこの2つなんですよ。1つは口筋の使い方ですね。ここの癖、これがね結構顔の動かし方を悪くしちゃってる原因になってます。これはもう噛み癖とか食いしばりですね。例えば歯の治療中で片側だけ噛んでてそれが癖になっちゃったとか、あとは常に食いしばりがあるとか、そういう方っていうのはこの口筋が硬くて動かしにくくなってたり、左右差がね出やすくなってるんですよ。で、口筋っていうのは頬の筋肉のこの大胸骨筋とねつながってる筋肉なんですよね。あとこういう小筋とかともつながってます。なのでここが硬くなると、この外側でロックされちゃって顔を動かしたくてもたくさん動かせなくなっちゃう。そうするとこれ筋肉の可動域っていうんですけど、だんだんこの動く量が少なくなってきて動かし方が変わってきちゃって、なんかこう動かしやすい方向に上に動かしたかったのにだんだんこう下に動かすようになってきちゃうと、こういうお顔の使い方の癖に変わってきちゃうんですよね。で、2つ目に話し方とかね、笑顔ですね。これもねめちゃくちゃ多いんです。特にね日本人はほとんどの方がね間違えてるんですよ。さっきのねもそうなんですけど、ほとんどの方がこう口を横に引いて笑うことが多いんですよね。そうするとこの口を横に引く筋肉を使っていて、この頬の筋肉を使ってない。なので日常的にこの筋肉が使われないでこっちの筋肉ばっか使ってるので、こうやって引っ張られちゃうとか。あとは日本語もほっとくと、今ねこういう風に話してるとこの顎の筋肉ばっかり使っていて、この頬の筋肉が全く動いてないのが分かりますよね。意識しないと日本語ってこうなっちゃうんですよ。日本語はね特にほとんど口を開けなくても喋れちゃう筋肉なので、意識しないでずっとその状態を続けてるとみんなそうなります。こういった癖を丁寧に直していくと、正しい筋肉の動かし方ができるようになって、たるみにくいお顔の使い方を日常的にできるようになるんですよ。そうするとなんか頑張って一生懸命筋トレをしなきゃ、し続けなきゃっていうわけじゃなくって、ある程度ちゃんと正しく動かせるようになったら日常的にそれが筋トレになってるので、いい状態をキープできると。例えばアナウンサーさんとか女優さんとかお年を召してもね綺麗な方が多いと思うんですけど、お顔の使い方のトレーニングをしっかりしてきて、それが日常的にされてるっていうのもねあるんじゃないかなって私は思います。で、このお顔の使い方を変えていくと、それだけでもね一瞬で顔のシワ消えるんですよ。ちょっとやってみましょうか。こう横にね引いちゃってる方、笑顔でね横に引いちゃってる方っていうのは多分この辺にたくさんねシワが入っちゃってると思うんですけど、そうじゃなくってちょっと口をねリラックスしてもらって、さっきと同じように口角だけを上に持ち上げるように笑顔を作ってみましょう。このねニコちゃんマークのね三日月の笑顔になるように意識して、グググググッとね口角を上げていきます。その時にこの横とか顎周りはねリラックスして力が入ってない状態ですね。でこの状態だと見てください。多分ねここの口の横一瞬でシワがね消えてるんじゃないでしょうか。このね口の横にシワができちゃうのが嫌で笑わないって方も結構多いんですけど、それは笑うから口の横にシワができるんじゃなくて、間違った笑い方をしてるから口の横にシワができるんです。で、お顔の使い方を直していくと、そもそも素敵な笑顔になっていくし、ここにシワが入りにくくなっていきます。最後のポイントが、筋トレをしてるんだけど全然ね負荷がかかってないパターンですね。これはねもう簡単です。やっぱりね筋肉を多少鍛えていくためには負荷が必要になってくるんですよ。で、私もね定期的にジムに行っていて筋トレとかをね始めてるんですけど、やっぱりね体も一緒だなって思うんですよね。日常的には自分でこうマシンでね一生懸命頑張ってやっていて、で月に1回ぐらいねパーソナルトレーナーさんにチェックをしてもらうんですよ。その時にこの2つ目のポイントだったお顔の使い方と同じように体の使い方、それもね直してもらうと、それだけでも全然ね効いてくる筋肉変わってくるし、あとは負荷ですね。負荷も日常的にやってると自分ではこんなもんかななんてねやってるんですけど、もっといけますよっていう風にね10キロ20キロぐらいボンとね上乗せされて、でも意外にできちゃうんですよ。で、そう言ってちゃんと正しい負荷でやってあげると、次の日にちゃんと筋肉痛になるし、やっぱ体も変わるんですよね。なのでただやるだけではなくって、正しく負荷をかけてやる、これがねすごい大事なんですよ。で、この負荷をかけるってじゃあねこの顔にウエイトを貼り付けるわけにはいかないので、どういう風にやるかっていうと、ポイントはね3つあります。1つは丁寧にゆっくり動かすっていうことなんですよ。例えばメジャーなところで言うと、こういう下回しのトレーニングやってる方多いと思うんですけど、結構早く
ってやってる方多いと思います。で、これもこれで別にやらないよりは全然いいですし、結構ね、下回しっていうのは疲れるんで、それでもいいんですけど、もっとしっかりとこの顎舌骨筋、このフェイスラインをぐっと引き締めていきたいっていう方は、ちょっとね、やり方を工夫してみてください。これのおすすめは、ゆっくり10秒かけて一周していきます。10秒かけてぐるーっと一周していくのを左右10回ずつやってみると結構ね、変わりますよ。ちょっと一緒に10秒で一周を3回やってみましょうか。ぐるっと一周していきますね。はい。結構痛いですよね。ゆっくりやるだけで筋肉への効果、これだけね、変わるんですよ。2つ目のポイントは、この手で押さえながら動かしてあげるっていうことですね。お顔の筋肉っていうのは、いろんなところが連携して動いてるし、あとちっちゃいんですよね。ちっちゃいのでなかなか動かせてるかどうかっていうのがね、分かりにくいんですよ。特に眼輪筋とか頬の筋肉っていうのは、お悩みが出てる方っていうのは動かせてないっていうことなんですよね。なので、それをより動かしやすくしてあげるのと、あとは少し負荷をかけてあげるのに、少しね、手で端っこを押さえてあげてトレーニングをしてあげると効果的なんです。例えば眼輪筋だったら、ここのこめかみのね、ここまで眼輪筋ってきているので、この目の横をね、押さえてもらって、でちょっとね、ピッと横に引っ張ります。でその状態で目をゆっくり閉じて、ゆっくり開けるとかっていう風にすると、ちゃんとこの眼輪筋が動いてるのがね、この手で感じられるのと、あとちょっとこうやって引っ張ることによって負荷をかけてるので、普通にこう開け閉めするよりもちょっとね、やりにくくなってると思うんですよ。こうやって少し負荷をかけてあげてやってあげるのもおすすめです。3つ目の方法が EMS を使うですね。で EMS っていうのは筋肉をね、動かしてくれる、美顔器とかね、たくさんあるんですけど、これはこれでね、すごく有効なんですよ。例えばさっきも口角をこう上げようと思っても、どうやって上げるんだろうっていう風にね、ちょっと動かし方がこうわからなくなっちゃったっていう方とか、やりたいんだけどあんまり動いてくれないとかっていう方は、この脳からの神経伝達が悪くなっちゃってるってことなんですよ。これはね、なんか別に大事なわけじゃなくって、ちゃんとね、やれば戻ってきます。で神経伝達っていうのはね、スポーツで考えてみると分かりやすいと思います。例えばテニスをするにしても、ゴルフをするにしても、一番最初にフォーム習いますよね。こういう風に腰を使ってこういう風に振るんだよみたいな、それをこう毎日毎日練習していると、例えばゴルフのクラブを振る時にはこういう風に振るんだなっていう風に体が勝手に覚えてくれますよね。それと同じで、一番最初っていうのはそのゴルフのクラブを振るっていう動きを体が知らない、未経験なので、それを何度も何度もやることによって覚えさせるですね。でそれをずっとやっていってできるようになると。でそれが例えばゴルフをね、学生時代にやってたんだけど何十年もやってなくて、久しぶりにね行ってみようって言って行くことになったら、あれどうやって振るんだっけって最初ね、ちょっとねはてなって思うことってありますよね。だけどちょっとやってるうちにまた思い出しますよね。それと同じで、お顔も日常的にこう口角をこういう風に、笑う時はこういう風に上げるんだよっていう風に脳からの指令が来てれば、笑う時にこう上げられるんですよ。だけど笑う時はこうですと、横に引くんですっていう風に脳がインプットされちゃってたら、いつの間にか横に引くようになっちゃってて、上に上げて笑うっていう笑い方を忘れちゃうんですよね。だけどちゃんともう一度素振りをし直してあげれば、ちゃんとね元に戻るんですよ。この毎日動かし方を変えてあげることによって、脳からの神経伝達をこっちじゃなくてこっちだよっていう風に変えてあげる。これはねめちゃくちゃ大事なんですけど、ちょっとねやっぱ時間がかかるんですよ。なのでそういう時にこういうね EMS を使ってあげるのがすごくおすすめなんです。 EMS をねこうやってつけると、なんで筋肉が動くかっていうと、この脳からの神経伝達の代わりに電気によって神経を伝達させてるんですよ。なのでもともとしばらくこうね使ってなかった筋肉への神経の道っていうのが、使わないうちにだんだんこう細くなってっちゃって、神経伝達がしにくい状態を電気を無理やり通すことによって、また太い道路に変更してくれるんですよ。でそうするとまたお顔を動かしやすくなってくる。この自分でトレーニングをすることと、この EMS で強制的に
神経伝達をしてあげること、この2つをね併用してやるとよりいいんですよ。で EMS っていうのはね、で実際に EMS 私持ってるよとかね、使ってみてもあんま効果なかったよって方もねいると思うんですけど、EMS は本当にね、美顔器で言うともう星の数ほどあるんですよ。一つ簡単な見分け方としては、ヘルツ数ね、筋肉っていうのはその電気によって動くんですけど、その動かす電気のヘルツ数が 1000Hz 以下のものっていうのはほとんどがね筋肉に届いてないものだと思います。おすすめは1万ヘルツ以上ですね。そこまでいくと筋肉のところまで届いてちゃんと動いてくれる。私のおすすめはこのフェイスプレーヤーで、これはね1万ヘルツを採用していて、筋肉に電気が伝達されてちゃんと動かしてくれるというものになっているので、どれ買えばいいかなっていう方はね、このフェイスプレーヤーがおすすめです。詳しくはこの動画でお話ししているので、ぜひ見てみてください。でこのフェイスプレーヤー欲しいなっていう方は、この概要欄にオンラインショップがありますのでチェックしてみてください。1100円引きのクーポンコードも使えます。ということで、ここまで長々とねお話ししてきたんですけれども、結局ね、じゃあ何から始めればいいのっていうと、丁寧に素振りをしていただくのももちろんなんですけど、その動かしにくくなっちゃってる原因っていうのがさらにあるんですよね。この3つのポイントに共通していく原因っていうのがあって、それが癒着なんですよ。筋膜の癒着で、癒着っていうのはこの筋肉がねこうしっかりとまとまって動いてくれるように、このネットみたいな感じでね全身に張り巡らされてるものなんですけど、それがやっぱりこう動かさないことによってだんだんねくっついてきちゃって、こう筋肉が余計に動かなくなっちゃうという悪循環になっていくんですよ。例えば体で言うと、肩がね上がらないとか、あとこう前屈ができなくなったとかっていうのも年齢のせいかなじゃなくって、筋膜の癒着のせいなんですよ。でその体に起きてることと同じことが顔にも起きてます。なので顔が動かしにくくなったっていうのは、それは年齢のせいじゃなくて、筋力がね少なくなってきたっていうのもあるんですけど、この筋力が低下しちゃってる原因は動かさないから。なんで動かさないかっていうと、動かせないからっていう方がねすごく多い。でなんで動かせないかっていうと、癒着してるからなんですよ。なので今回やってみて、なんかお顔動かせないな、動かしにくいなっていう方は、このお顔の癒着取りからやってみるのもねおすすめです。でこのお顔の癒着取りは私のねチャンネルでもたくさん動画を出してるので、手で早速やってみようかなっていう方は気になるものをやってみていただいてもいいですし、私はねこの癒着取りにはこのフェイスポインターを毎日ね使ってます。これはね手でやるよりも安全で早く癒着が取れるので、私はねこれを毎日使ってこのお顔が動かしやすい状態をね維持してます。こちらも概要欄のオンラインショップにありますので見てみてください。で最後に、動かすとたるむっていう方がいるんですけど、それはね絶対に違うと私は思います。逆に動かさないから筋膜が硬くなって、筋肉が硬くなって引っ張られてたるんでくると。さらに動かさないことによって筋力がなくなって、さらに動かせなくなってたるむというね悪循環に陥っている方がすっごい多いんですよ。で体で考えてみたら一緒なんですよね。やっぱり歩いたりとかその運動しなかったら、やっぱ足腰衰えてきちゃって動けなくなっちゃうし、あとはやっぱスタイルも悪くなってきますよね。それと一緒なんですけど、なんか顔になってくると急にね、なんかでも触っちゃいけないんじゃないかとかね、なんかいろいろやっちゃいけないんじゃないかと思って不安になっちゃう方ってすごい多いんですけど、一緒ですよ。動かしてなんぼなんです。私も20年近くこの仕事をしてきて、再生医療の先生、皮膚科の先生、美容医療の先生、理学療法士の先生なんかにね知見をいただきながら、こういう方法でやっていくとお顔が変わっていくよっていうのをね皆さんに発信しています。こういう正しい方法でやっていただいてお顔が変わらなかったとか、逆に悪化したって方はいないんですよ。もちろんね、やり方を間違えちゃってるとか、やってないっていう方で悪くなっちゃったって方はいます。それはねしょうがないです。やっぱ老化していくのは当たり前なので、その老化に対して何もしなければ下がっていく一方だし、今日お話ししたような3つのポイントで間違えたやり方をしてる方はやっぱりね悪化しちゃう方って多い。なのでちゃんと自分のお顔を見ながら正しくやっていただくことによって、ちゃんとお顔変わっていくので、ぜひね皆さん今回の動画何回も見直していただいて、お顔を動かすポイント習得してみてください。で今日ここまで見ていただいて、この人の言ってること確かに一理あるななんて思ったらね、ぜひやってみていただいて、あとこういったね美容に関する情報とか、あと実際具体的なやり方の方法ですね、こちらをねどんどんこのチャンネルで発信してますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。一緒に綺麗になっていきましょう。ではまた。